はい、ノーウェアマン、一人ぼっちのあいつという秀逸な日本語タイトルがついておりますが、ビートルズのコーラスが非常に冴え渡るナンバーですが、これを弾きながら歌うというのは非常に大変です。至難の技です。歌はですね、これオリジナルはピッチが低いので、レギュラーチューニングでバンド演奏するときは、オリジナルより高いキーで歌うということになって、ポール役の人は非常に、辛い、ですね。だからこの曲をやるときは半音下げぐらいでやった方が雰囲気が出るんじゃないかなと思いますね。ビートルズもライブでは非常にあまり、芳しくない、演奏がありますけどもね、日本公演とかドイツでのライブなんかが映像で残っております。この曲は人差し指は6フレット、そして中指が7フレット、小指が9フレットと役割が決まってまして、これが行ったり来たりします。7フレットから始まります。Sitting in his nowhere land、 はい、ダン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 っていう感じですね。時々リズムが食うところがありますが、もう、メロディーって言いましょうかね。これを覚えていくのがいいと思います。ここは難しいです。小指、中指、小指と。で、小指で4番線の9フレット。これ、Please Please Me でも出てきましたが、こういう指使いでやるのがいいと思いますね。で、中指がまた飛びまして、ですね。で、E になります。ですね。これたまにって聞こえるところがありますけどもね。それは曲の雰囲気によって、使い分けていただければいいかなと思いますね。実際はおそらくですね、この薬指はあまり使ってないと思いますけどね。そこは、アクセントとして、使っていただいてもいいかなと思いますね。で、歌に入ってですね、Doesn't have a point of view ですかね。ここは E からずっと始まります。で、E から始まるのがこの基本のパターンになりますね。ですね。なかなかこれはもうフレーズを覚え込んでいただく6、7、9を動いていくだけと、ちょっと分かりにくいですかね。私の中ではそういうふうに、考えておりますね。ウェアマンのとこですが、これはコードは G シャープですね。そして Aフラットとかも言うんですかね。これなんかコード進行によって言い方が変わるという話を聞いたことありますが、全然わかりません。G シャープでいきましょう。G シャープ、そして A の繰り返しですが、ベースのフレーズ的にはですね、タン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 という感じで、聞こえますけども、で実際そういうふうに、弾いてるところもあるんですが、ライブではこれは上の方ね、これがいわゆるヘフナーのオクターブ問題というですね。ポールはライブの時は、この1度と5度の、この、4弦から3弦とかですね、また練習で、必ず上で弾きますね。これ同じなんですね。オクターブ上の、G シャープから、これはなんだ、とにかく3弦の、6フレットがダンダンダンでダンでそのまま上に上がるんですね。
ちの方がはるかに簡単ですね。これ3弦にまたがってますが、3弦にまたがってますが、Nowhere Manね、これが、いわゆるイージーパターンですね。でもなかなか雰囲気が出ないので、ライブの時はおそらくなんと開放、そしてタタタタンですね。ここは開放の A の音を鳴らして、そして4フレットを薬指で、そのまま下の2弦の4フレットを小指で、人差し指が2フレット、2弦のタタタタタタでもう一回戻ってタタタタ繰り返す。そして D ですが、これは B、中指を2フレット、そしてですね。これがまた3弦にまたがって、ここが一番難しいところですね。タタタタですね。3弦の2フレットと B ですね。そして2弦の1フレット、そして1弦の1フレットを正波って言いましてね、複数の弦を同じ指で押さえるというですね。つまりこうですね、211と3弦から211で押さえるコードみたいな感じですね。タタタ、そして、おそらくこの2弦の4フレットは小指で、この辺でやれば簡単なんですが、同じ音でいきますが、ライブでね、日本公演の、ビデオなんか見るとちょっと上の方でやってますよね。最後のこの小指はやってないみたいですけどまあいいか。もう一回、でそしてメインですね。という感じになりますね。わかりましたかね。ここ非常に難しい。全部歌いながらというかコーラスをしながら、しなくちゃいけませんので、非常にもう熟練って言いましょうか、もうね、繰り返し、体に染み込ませるしかないですね、これはね。というわけでちょっと説明が長すぎましたが、フルの演奏なんかもちょっと入れておりますので、それを参考に、よく耳コピって言いますけどね、もう目コピもうポジション見ればすぐ分かりますから、映像はですね、ロックに楽譜はいらないと、私は思っておりますね。タブ譜なんかも見ちゃダメですよ、ね。映像見れば一発ですから。ビートルズは後期はそういう映像がですね、存在しませんので、なかなかどこで弾いてるのかっていうのは難しいですんで、想像するしかないんですけども、それも一つの楽しみということで、ね、ビートルズはそういう楽しみ方もありますのでね、頑張っていきましょうというわけでございます。非常にね、このコーラスしながら歌うのは難しいね。これができれば世界を回れます。ラスベガスあたりでトリビュートショーができるんじゃないでしょうかね。
頑張っていきましょうというわけでございました。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。See you next time!